ベイブレイどうもー、ベイブレード開発チームの高坂と上条だベイブレイはい、ということで前回ですね、ベイブレード X の、はい紹介させてもらいましたけれども、今回はこちら最初に登場するスターター4種、この4種の性能をとことん皆さんに紹介したいと思います。ベイブレード X とは超加速ギミックエクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるギアスポーツ。最大の特徴は超加速ギミックエクストリームダッシュ。これまでにないエクストリームなバトルを楽しむことができるぞ。はい、それでは、はい早速ですね、気になるベイブレード X の構造を見ていきたいと思います。ベイブレード X のベイブレードは3つのパーツで構成されています。それぞれ名前をブレード、ラチェット、ビットと言います。まずはブレード、相手のベイブレードと直接ぶつかるベイブレードの主要パーツ。外周がね、こうメタル、金属でできていて、その内側にね、これ青いところ見えますかね。これ青いところプラスチックになってまして、メタルとプラの2層構造で超高反発なね構造になっております。なのでエクストリームダッシュと合わせて相手のベイブレードとぶつかるときに超激しいエクストリームなバトルを実現しております。ブレードは形や重さが異なりますので、これにより性能が変わっております。続いてラチェット、こちらはですね、ベイブレードの高さを決める中層パーツでございます。重心のバランスだったりブレードね、ぶつかる位置をこれにより変えることができます。さらにラチェットは刃の枚数も変わっています。刃の枚数が変わることでブレードの下に来るねサブの刃として弾きやすかったりいなしやすかったりなど差があります。このラチェットに強い攻撃が当たると、このラチェットのね刃の部分がずれて、それによりバーストギミックが発生します。続いてビット、ベイブレードの動きを決める軸先パーツ。このビットについているギアとスタジアムのエクストリームラインが噛み合うことでエクストリームダッシュが発生させることができます。そしてビットの軸先もそれぞれね形状が異なってまして、これにより外側をねめちゃくちゃ走り回ったり、真ん中でねピタッと止まったりなど動きを変えることができます。さらにバースト耐性もビットによってね変えることができます。これね、ラチェットの中心にあるロックパーツ、真ん中の上のところにありますが、ここにビットのね軸の部分が干渉することでロックがかかります。でロックがねかかると、このラチェットの刃の部分が動きにくくなります。でね、バーストはこのラチェットの刃の部分が動くことで起こるんですけれども、このね軸の太さによってねロックへの干渉具合が変わるので、バースト耐性をビットで変えられるようになっています。この3つのパーツを組み立てることでベイブレードは完成します。それでは実際にやっていきましょう。まずはブレードをねひっくり返して、このへこみのところとこのねラチェットの白い部分、こちらがね同じ形をしておりますので、この2つを重ねます。そしたらこのラチェットのね刃の部分をカチッというまで回すと、ブレードとねラチェットが固定されます。そしてこの固定したブレードとラチェットの真ん中に開いている穴のところにこのねビットのシャフト部分を刺します。こちらもねカチッというまで刺すと、これでねベイブレードが組み上がります。ちなみにこのね組んだ状態でこのビットをね手で回すと、なんとこの真ん中のこちらギアチップというパーツになりますが、このギアチップが回転するようになってます。正しく組めているとこちらのギアチップが回転するようになってます。さらにこのパーツはですね、それぞれ互換性がありますので、組み替えることでベイブレードをねカスタマイズすることができ、性能を変えることができちゃいます。これでね、ぜひ自分のオリジナルのカスタマイズでバトルをしてみてください。ベイブレイまずはドランソード 360F アタックタイプのベイブレードでございます。まずはブレードドランソード、こちらねギアチップにはドラゴン、かっこいいドラゴンが書かれておりまして、このね刃の部分、メタルのブレードの部分は剣を、モチーフにしておりますので、ドラゴンとソードでドランソードという名前になっております。こちらはですねアタックタイプのブレードで非常に大きい3枚のねこの刃がついております。そしてこちらの刃はですね、これ右回転のブレードなので、相手を上にすくい上げるアッパー刃、
なっております。なのでこのアッパーまで相手をすくい上げて弾き飛ばすことができる超攻撃的なねブレードになっております。続いてラチェットは360。まずね3というのがこれ刃の枚数が123ってことで、これ全てのラチェットに共通してるんですけども、まず最初の数字はこのね刃の枚数を表しておりまして、この3枚刃の360は相手をね非常に弾きやすい性能になっております。そして60は高さのことを表していまして、こちらね高さが 6mm という低めの高さになっております。なので先ほどのねトランソードのアッパー刃とはねやっぱ下からすくい上げるので背が低い方が有利になりますので、そちらと非常に相性のいいラチェットになっております。最後にビットは F ビット、フラットビットでございます。フラットということで軸先がね平らになってまして、これによりスタジアムとの接地面が増えてスタジアムをよく回りエクストリームダッシュをね繰り出しやすいビットになっております。さらにこのねビットの軸の部分にねがね若干出っ張って太くなっているの分かりますかね。この出っ張りによってバーストしにくいなっております。ダッシュ性能に優れたビットと攻撃力の高いブレードで超高力のエクストリームダッシュを実現してエクストリームフィニッシュを決めやすい、そんなベイブレードがトランソード 360F でございます。続きましてヘルズサイズ 460T。 まずはブレードヘルズサイズ、真ん中のねギアチップの部分にはめちゃくちゃかっこいい死神が書かれておりまして、このねメタルの部分は死神のね鎌をねモチーフにしております。なのでヘルズサイズでございます。大型の4枚刃ついておりまして、4枚ともねこの下方向のスマッシュ刃になっておりまして、相手を叩きつけて相手の体勢を崩すことに非常に優れたブレードになっております。続きましてラチェットは460。こちらね刃が123、4枚の刃がついておりまして、相手の攻撃をね非常にいなしやすく、ね、60なので高さは低めで重心をね下に下げることができるので安定してね回ることをサポートすることができます。ビットは T ビット、テーパービットでございます。テーパーでこれね下の方に傾斜がついたビットになっております。適度に軸先が細くなっていて、このね傾斜もついているので攻撃もできるし、この傾斜で傾いて粘り守ることもできる攻防一体のビットになっています。攻撃と防御のバランスが取れたパーツを組み合わせてさまざまな相手に対応力を高めたバランスタイプのベイブレード、それがヘルズサイズ 460T でございます。さあ続きましてウィザードアロー 480B の紹介していきたいと思います。ブレードウィザードアローでございます。真ん中のギアチップには魔術師ウィザードが描かれており、外側のブレードはですねこうやって弓をモチーフにしております。なのでウィザードアローということになっております。大きな2枚の刃が外側に円形に配置されている、これがめちゃめちゃ特徴的でして、外側にメタルが寄ることによって重心が外側になるので、より遠心力がね外側にかかるような構造になっているので、持久力そこを高めることができるというブレードになっております。はい、そしてラチェット480、こちらですね80ということで先ほどの60のラチェットよりは高さがね高く、なっております。そして、刃の数は4枚、これによって攻撃をいなしやすい、ラチェットとなっております。はい、そして B ビット、 B はボールということで軸先こちら見てください。ボール形状になっているの分かりますでしょうか。ボール形状になっていることによってスタジアム内では適度に、動くことで相手の攻撃を避けたりですとか、バトル後半このボール軸によって傾いた時の支え性能、そういったところにも優れているので持久力がそれによって高くなる、そんなビットになっております。外側重心のブレードで持久力を高め最後まで粘り勝つ、それがウィザードアロー 480B。 さあ最後
ナイトシールド 380N ブレードナイトシールド。こちらギアチップには騎士が描かれておりまして、外側のメタル部分、ここは盾をモチーフにしたブレードとなっております。なので名前をナイトシールドと言います。ここまで来るとお気づきかもしれませんが、最初の4種、これは全て武器をモチーフにしたベイブレードになっていたんですね。ナイトシールドは6枚刃になっておりまして、他のベイよりも刃数が多く防御力の高いブレードになっております。特にですね、この穴の開いた3箇所、ここがダンパー構造になっていまして、衝撃を吸収しやすい部分になっております。このようにですね、外側もデコボコとした形状で相手の攻撃を受け流しやすいブレードとなっております。ラチェットは380、ベイを高くセットすることで重心バランスを上に上げ、3枚の刃で相手を弾きやすくカウンターも狙えるようなラチェットとなっております。ビットは N ビット、 N はニードルを表しておりまして、ニードルっていうのはね、針とかそういう意味があるんですけども、軸先こちら見てください。めちゃめちゃとんがってる軸先になっております。これによってですね、スタジアム中央を陣取ってベイがね傾きやすくなっているので、この傾きによってその反発で、カウンター攻撃を、ね、出しやすい、そんなビットになっております。衝撃を吸収するブレードとスタジアムの中央にとどまりやすいビットで弾き飛ばされにくさを実現しました。相手へのカウンター攻撃も狙える、それがナイトシールド 380N。 それではぜひね、次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。3、2、1、ゴーシ